KT です。こんにちは。全国の名店を食べ尽くす KT イーツが何度も訪れている浅草で珠玉の名店7選をご紹介します。日本の文化が凝縮した街浅草には美味しい名店がいっぱい。最近流行りのお店ではなく不動の人気を誇る名店ばかり。最後におすすめのお土産もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。今日は平日ですけど、このにぎわい、浅草はいつ来ても活気があります。浅草寺の雷門をくぐるとすぐにあるこちらのお店、江戸時代この仲見世に実在したきびだんごを再現したお店。昭和27年創業の東さんは浅草では有名な老舗のお食事処。もともと喫茶や和菓子店もやっていた東さんの和菓子がいただけるのは現在こちらの店舗のみ。詳しくお店横でお願いします。はい、横ですね。わかりました。ありがとうございます。お店横でですね。うわ、中きなこたっぷり、この中。わあ、すごい。はい。出来たてほやほやのきびだんご、1袋に5本入っています。まだほんのり温かいきびだんごは柔らかくてもちもち、たっぷりかけられたきな粉の素朴な甘さ。高きびという雑穀で作られているこちらのきびだんご、香ばしくて本当に美味しい仲見世の名品です。5本もあったお団子が一瞬でなくなってしまいました。さあ、浅草寺にお参りも済ませて次に伺うのはこちら。創業はなんと大正3年、創業して100年以上、老舗のお蕎麦屋さんです。カレー南蛮と、はい、冷やしたぬきなんか牛乳の方とかはよく。そうなんです。浅草の芸人さんたち御用達の沖縄そばさん。この日は地元の常連さんと観光客が半々といった感じ。こちらは夏季限定の冷やしたぬき。丼いっぱいのそばはこれで普通盛り。うどんのように太く力強い平打ちのそば。超うまい。すごいうまいよ。これは好きだ。普段知ってるそばじゃないし。噛むたびにそばの芳醇な香りがします。もちっとしたそばに濃いめのだし、それに特別うまいこの揚げ玉。せんべいのようにパリパリとした食感。これがやみつきになる美味しさです。見た。丼の縁ギリギリまで盛られたカレーあん。鶏と玉ねぎが入っています。カレーあんはスパイスが効いていてピリ辛。それにも負けないそばの香り。先代が考案したというカレー南蛮、パンチがあって最高です。そば湯をくださいました。漆器の湯湯がかっこいい。そば湯でほっと一息、気が休まるようなお店の雰囲気も最高でした。続いてこちら、創業はなんと安政元年。もともとは浅草寺の別院、梅園院の一角にあるお茶屋さんだったそうです。入り口を入ったところで先に食券を買います。梅園といえばあんみつ。国産の天草で作られた自家製寒天、薄塩味の赤えんどう豆に濃厚な黒蜜と滑らかなこしあん、それにアイスクリームとさくらんぼ、あんず、みかん、パイナップル、ほんのり甘い求肥と白玉まで入ってかなりのボリューム。贅沢なクリームあんみつです。滑らかあんこ。あ、餅だ。創業以来170年も受け継がれている泡ぜんざい。滑らかなこしあんがたっぷりとかかっています。泡ではなく
もちきびが使われているそうです。もちきびは半分粒が残ったような状態。粘りのある餅と粒感が絶妙。香ばしいきびの香りと昔ながらの素朴な甘みがたまりません。すごいよこれ。いにしえのパンみたいな。いにしえのパン。すごいよ。お次はこちら。すごいフリッカー。浅草を代表する老舗の洋食店です。自然光の下の蛍光灯はもうガンフリッカー。お店に入ると美しいマダムがお出迎えしてくださいました。創業昭和26年、今でも行列が絶えない人気店で、皆さんのお目当ては数量限定のハヤシライス。週末ともなると開店前から長蛇の列ができています。ですがこの日は月曜日、なんと奇跡的にまだ残っていました。他にもビーフシチューやオムライスなど、吉上さんの料理はどれも人気です。昭和の面影を残す温かいお店の雰囲気。壁にはそうそうたる顔ぶれのサインがたくさん。お店の中央にオープンキッチンがあり、大迫力の調理風景が見られるカウンター席は大人気。目の前で名作が次々に作られていく光景に大興奮でした。セットのサラダが来ました。料理にプラス700円で小鉢のサラダとコーンポタージュがつけられます。ドレッシングまで全て自家製です。こちらが評判のコーンポタージュ。濃厚でクリーミー、コーンのほんのり甘くとろけるような舌触りがたまりません。こちらは日替わりのたっぷりランチ。月曜日のナポリタンです。玉ねぎ、インゲン、マッシュルームにハム。昔ながらのとてもシンプルなナポリタンです。こってりしすぎない上品な味付け。もっちりした極太のスパゲティが最高です。妻は人生最高のナポリタンだと感激していました。昭和の懐かしいあの頃の味がします。こちらもたっぷりランチ。月曜日のビーフシチュー。そうくるくる。もう崩れちゃった。お店の看板メニューとも言われているこちら。周りを見ると多くの方がこちらを注文しています。ほどける。たっぷりランチはお店の看板メニューのビーフシチューと大人気のナポリタン両方食べられて、スープとコーヒーかアイスクリームまでついてとてもお得です。大きなお肉はホロホロと柔らかくてジューシー。おそらく創業以来継ぎ足してきたと思われるデミグラスソースは絶品。まあこうなりますよね。まあこうなります。もったいないもん、お皿についたままだったら。これはたまりません。ビーフの旨味が凝縮したソースはご飯にもよく合う。こちらが数量限定大人気のハヤシライス。ツヤツヤと光り輝いています。ステーキ肉の細切れがこれでもかと入っています。すごい林、すごいよ。すごいよこの濃厚さ。いやこれをね2時間並ぶの分かる。そうだね。すごい分かる。すごい楽だったね。こっくりと濃厚でこちらも絶品。料理はもちろんこちらのお店は本当に空気さえも美味しい。林ライス。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しいナポリタンの謎が分かったのでありがとうございました。一流だけど気取らない気さくなマダムが作り出すアットホームな雰囲気も最高の名店。続いてこちらは雷門通り。正面にスカイツリーが見えます。一番人気は何ですか？一番人気はやっぱネギだ。じゃあももちゃんの肉まんは20種類以上ありますが、この日のラインナップは豚肉と白菜の漬物、豚肉とネギ、
豚肉とセロリ、五目の4種類。無添加で皮もあんも全て手作りの肉まんは大人気で、もうすでに商品は少ししか残っていませんでした。こちらは五目。人参、たけのこ、きくらげ、春雨とネギや山菜のような野菜、具だくさんでかなり本格派の中華まん。初めて食べるまん。こっちが一番人気のネギ豚まん。うわーすごい、すごいよ。うわ、お肉たっぷりだ。こちらも日本の肉まんとは違い本格派、粗挽きで食べ応えのある肉感。あんはジューシー、皮はもちもちで美味しいです。食べ歩きにぴったりですよね。ボリュームもあって大満足でした。高い豚で、もう結構角切りに大きく刻んであるけど、すごい美味しい。こちらは通称一福通り。名前の通り、居酒屋や立ち飲み屋などが多いこの通りに、先ほどの吉上さんやその他にも浅草の名店中の名店が勢ぞろいする恐ろしいグルメストリートです。ロック通りを渡り、さらに一福横丁を進むと、この先の矢印のお店が先ほどの沖縄そばさん。そして今から伺うのは、創業昭和25年、70年以上も地元の方や浅草の芸人さんたちに愛され続ける食堂です。この食品サンプルのショーケース、懐かしいですよね。午後3時過ぎのアイドルタイムですが、1階はほぼ満席。2階へと案内されました。左側が単品で、右側が定食の料金です。ほとんどのメニューを定食にすることができます。メニューはなんと100種類以上。どれも美味しそうで迷ってしまいますよね。季節限定メニューや日替わりメニューなどもあります。2階は広々と座席を配置されていて、小上がりは個室になっていました。観光客より地元の常連さんらしき方が多い印象でした。料理が揃いました。まずはお味噌汁からいただきます。定食にはご飯、お味噌汁、小鉢、お漬物がついています。美味しい。お味噌汁の具材はわかめと豆腐と油揚げ。こういうお味噌汁が最高ですよね。小鉢は昆布と油揚げ。お漬物はたくあんときゅうりでした。創業以来のサービス品とメニューにありますが、マグロが本当にたっぷり入っていて、これはお値打ち。赤身と中トロ2種類入っています。来ている方のほとんどがこちらを注文していました。おいしい。今日だけあるという生アジフライです。生だから、柔らか。今日はいい味が入ったようです。メニューには載ってない限定料理です。はい、ちょっと生揚げっぽいところがある。ほらね、まだ中心部分は赤く生の状態。早く食べないと見ている間にどんどん中まで火が通ってしまいます。うまー、サクサクで3枚におろしてあるよね。骨なんかないよ。ねえ、半生、生味っていうだけあって、だって赤いところ見えるもん。ああ、そうなんだ。うまっ。これ超うまい。こんな味ぐらい食べたことないよ。生味すごい。しかもご飯が進むこれ。うまい。衣はサクサクで軽い食感、中はしっとり柔らかく、アジの旨味と香りをより感じられます。じゃあちょっと次、お豆腐もいただきます。肉豆腐。しみしみだよ。毎年10月になると登場する冬の名物肉豆腐の具は牛すじ、焼き豆腐、白滝、ネギ。お豆腐が、そしてこのネギと牛すじ、
一緒にいただこう。大きな焼き豆腐、中まで出汁が染みています。牛の旨味が染み込んで、これだけでご飯が進みます。甘辛いタレが最高。牛すじもホロホロに煮込まれています。美味しい。でもご飯が進む、これすごい美味しい。からしがついてるんだね。わ、唐揚げ。わ、もう肉汁出てる。うわー、もうジューシーだ。もうジューシー。もうジューシーが見えてる。唐揚げは衣カリカリ、中は見ての通りジューシーで、噛んだ瞬間肉汁が溢れ出します。じゃあ一つキスをいただきます。ソースかける前に割っといておいて。こっちはキスだからね、こっちは味だけで。なんかサクサクじゃない。サクサクだよね。音が。衣はサクサクでキスはふわふわ。これまた絶品。これなら無限に食べられると思ってしまうほど軽い食感。油の重さを全く感じません。ホタテのフライにはタルタルソースを乗せていただいてみます。タルタルね。衣はサクサクでホタテはしっとり、中はレアな状態。大ぶりのホタテは食べ応え十分です。こちらがお店自慢のコロッケ。もう純粋なポテトのみだったよ。あ、本当だ本当だ。はい。おいしい。ホクホクそうだね。コロッケうまい。このコロッケが最高でした。間違いなく過去一の美味しさ。こんなに美味しいコロッケは食べたことがありません。いや、昭和のあの頃にはあったかもしれません。シンプルで薄衣、懐かしい昭和のコロッケ。今ではもうどこにもないと思っていたあの頃の味がします。昭和世代の皆さん、絶滅したと思われていたあの懐かしいコロッケ、こちらで発見しましたのでご報告させていただきます。牛丼いただきます。最高の牛すじ牛丼です。牛すじの煮汁ごとつゆだくでご飯をいただきます。せっかく牛の旨味が染み出した煮汁、もったいないですよね。冬限定の肉豆腐、大満足でした。美味しかった。だいぶ日も暮れてまいりました。そろそろお土産を買いに行きたいと思います。雷門の目の前、安政元年創業、浅草寺御用達の和菓子店。歴史は古く、江戸末期に雷門前で参詣人に愛されるお茶屋さんだったそうです。当時の様子は歌川広重の浮世絵にも描かれ、元祖栗蒸し羊羹としても知られています。多いけどね。店内は常にたくさんのお客さんで賑わっています。種類は多く、ありとあらゆるお菓子があります。うん。じゃあこれチーズバターのありがとうございます。だいぶ暗くなりましたね。あ、ハマグリの口。お椀に入れて熱湯を注ぐだけでお汁粉になる海中汁粉。中にはさらしあんがたっぷり、真ん中にお餅が2つ入っていました。甘すぎないあんとバターチーズの塩気、香ばしい生地の香りがたまりません。初代から受け継がれる伝統の栗蒸し羊羹。原材料は小豆、栗、砂糖、小麦、くず、塩のみ。食べ出したら止まらない美味しさ。一気に一皿を食べてしまいます。
それでは皆さん、今回の KT イーツいかがだったでしょうか。浅草は東京の中でも素晴らしい名店が集結している場所でもあります。私は浅草に来ると毎回、日本っていいな、日本に生まれてよかったと再認識させられます。その通り、日本は素晴らしいと思ってくれた方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。